はいどうも B 賞です、今日はドラマオビワン・ケノビシリーズの新作ホットトイズサードシスターリーバのフィギュアプレビューと予約情報を紹介します。で、前回動画の中で、現在トイサピエンスで開催中のイベントスターウォーズジャンプトゥハイパースペースのイベントレポートを動画にしているので、よければそちらもご覧ください。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで、ドラマオビワン・ケノビシリーズのホットトイズとしては、オビワン、ダース・ベイダー、大臣門バージトルーパーに続いて、おそらく5体目になりますかね。大臣門館とバージトルーパーについては動画化しなかったんですけど、国内サイトの予約についてはもうすでに開始されていたりもするので、価格についてはこの動画の中で軽く紹介しようかなと思います。ということで、リーバについて話していくんですけど、オビワン・ケノービのシリーズとしてはおそらくこれで最後になるかなと思いますね。もしかすると登場したドロイドとかまだ商品化されるかもしれないんですけど、主要キャラクターとしてはできたかなというふうに思います。早速ヘッドから見ていくんですけど、正面から見た時に若干輪郭が細いかなともちょっと思ったんですけど、この役を演じてるモーゼス・イングラムにかなり似てて、かっこいいんじゃないかなと思いますね。髪型とかも結構特徴的なキャラクターだったんですけど、髪の毛の編み込み部分まで、かなり細かく造形されてると思いますし、目線は少し相手を睨むような雰囲気もいい感じかなと思います。ただスター・ウォーズのホットトイズシリーズとしては、割と一般的なのかなというふうに思っていた眼球可動のギミックについてはこのフィギュアには搭載されてないようですね。マーベルシリーズにはほぼないギミックなんですけど、眼球可動がつくとね、やっぱりフィギュアの雰囲気とかだいぶ変わりますし、オビワン・ケノビとかダース・ベイダーはついていたと思うので、この眼球可動がつくフィギュアとつかないフィギュアの差っていうのが何なのかっていうのはね、ちょっと気になる点かなとも思いました。そしてスーツについてはドラマの衣装をかなりよく再現していると思いますし、腕や下半身の素材は結構柔らかそうに見えるので、ポージングとかも動かしやすいのかなというふうに思います。で、黒い光沢感のある部分はところどころ合皮系の素材が使われているのかなとも思うんですけど、よく動かす関節などに使われているわけではないと思うので、そこまで動かないことを考えれば劣化の心配とかも少ないのかなというふうに思います。で、今回ちょうどいいタイミングでトイサピエンスのイベントスターウォーズジャンプトゥハイパースペースで実物衣装を見てきたので、それとも少し比較していこうと思うんですけれども、今回ケープの展示はなかったのでアーマーだけの印象で話すと、上半身の光沢感のあるアーマーも下半身のスパッツっぽいね布製のスーツに関しても、本当に上から下まで、かなり再現度は高いんじゃないかなというふうにも思いますね。腰回りは割とがっちりと固定されていそうなので、ひねる動きとかはね、少し動かしにくそうだなっていう風な印象を受けました。そして、今回使用されているこの素体について、少し気になる点があったんですけど、ホットトイズでは珍しく女性キャラに専用素体が使用されているように見えるので、これを見た時にねちょっと思ったのが、なんでワンダとかねそういったフィギュアには専用の素体が使用されないのかっていう風に思いましたね。ブラックウィドウとかは割と劇中にも近いのかなと思うんですけど、ワンダに関しては、ヘッドはね、結構似てるとは思うんですけど、体型が違いすぎると僕は思っているので、今回のように、専用の素体を開発できるんであればワンダとかもね、しっかりと専用素体を作って、もっと本物に寄せてほしかったかなというふうにも思いました。で、基本的なサイズ感はどのフィギュアも同じになりがちなんですけど、クオリティが目に見えて上がるのであれば、最近の値上げとかもね、仕方ないかなとも思えるので、ただ値上がりし続けているような今の状況はねちょっと良くないのかなというふうにも思いますね。付属品としては、結構シンプルであるんですけど、オビワン・ケノービとフィフス・ブラザーズのホログラムとホロプロジェクターがそれぞれ付属する他に、ケープだったりライトセーバーなどが付属するんですけど、特に今回魅力的なのはライトセーバーの種類の豊富さかなと思いますね。シリーズを通して買ったとしても余るくらいの数が付属するので、ディスプレイする際にどのライトセーバーを使うかっていう点はねちょっと迷うポイントかなというふうにも思いました。ベースは相当のライトセーバーとなっているんですけど、USB で給電するタイプもありますし、ライトセーバーを振ってる様子を再現できるエフェクトパーツもとてもかっこいいですね。で、あとはこのライトセーバーはドラマでもあったように分割して様子を再現することもできるということで、ライトセーバー一つでもかなりのプレイバリューありそうなフィギュアになっています。そしてケープについては、少し黒っぽいというかグレーが主体となった色合いになっていて、全身を覆うような造形がかっこいいですね。で、頭が髪型によってちょっと高さが出ているので、若干フードをかぶせると浮いてしまうような感じはあるんですけど、もう少し深くかぶることができればさらに見た目良くなるのかなというふうにも思いました。さらにケープについてはワイヤーも今回内蔵されているようなので、風になびく様子だったりを再現することもできます。そして台座はスター・ウォーズシリーズではおなじみの四角い形をしていて、床面は帝国の船の床を再現しているようなデザインになっています。続いて発売時期と価格についてですが、サードシスターについては現在予約開始しているのがトイサピエンスだけかなと思うので、今回はトイサピエンスの情報のみ紹介します。その他
たすだちトイズなどの情報は予約開始され次第、概要欄の方にリンクなど掲載しておくので、ぜひそちらからね、ご覧ください。また大尋問館とパージトルーパーについてはすだちトイズの情報も合わせて、今回紹介していきます。ということでまずサードシスターなんですけど、トイサピエンスの価格は42,000円で予約価格が37,800円という風になっていて、発売時期は2024年の2月となっていました。大尋問館についてはトイサピエンスの価格は42,000円で、こちらも同じく予約価格は37,800円となっていて、発売時期は2023年の12月頃となっています。そしてすだちトイズでは価格が32,600円、発売時期は2024年の3月となっています。パージトルーパーについてはトイサピエンスの価格が38,000円、予約価格は34,200円となっていて、発売時期は2023年の11月頃となっています。すだちトイズでは29,600円で2024年3月頃発売予定とのことでした。価格自体はサードシスターもその他のフィギュアも高くはないかなと思いますね。特にすだちトイズであれば、パージトルーパーが2万円台だったりとか、2万円後半から3万円前半ということで、サードシスターも大尋問館と同じく32,000円程度の値段になるかなと思ってます。そして発売時期はいつも通り生産状況とかにも依存すると思うので、あくまでもね、この記載については参考程度に見ておいた方がいいと思います。ということで今日はドラマオビワン・ケノビシリーズの新作ホットトイズサードシスターリーバのフィギュアプレビューと予約情報を紹介しました。トイサピエンスのイベントでプロスタイプとかあればね、もう少し詳しく話したかったかなとも思うんですけど、またどこかの機会で実物見ることができたら嬉しいかなと思いますね。フィギュア自体はかなりよく似ていますし、専用の素体だったりとか、豊富なライトセーバーもとても魅力的なので、ぜひね気になる方は予約してみてはいかがでしょうか。僕自身はこのフィギュア予約することはないかなと思っていて、ドラマのオビワン・ケノビシリーズでは買うとしても、オビワンとダース・ベイダーだけかなと今も思ってますね。発売自体は2024年だったり2023年の年末ということでまだまだ先ですし、発売後に値段落ちるかとかはちょっとわからないんですけど、買うにしてもね、僕自身は安くなってからでいいかなというふうに思ってます。ということでこの動画参考になったりいいなというふうに思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に Twitter だったり Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。